体重400キロ。前足の一撃は人間の頭蓋骨を砕きます。時速50キロで走り、木に登り、川を泳ぐエゾヒグマ。日本に生息する最大にして最強の獣です。その頂点に立つはずのヒグマが本気で避ける相手が5つ存在します。そして最後の1つはあなたが想像しているものとは少し違います。まずヒグマがどれほど規格外なのかを確認しておきます。北海道に生息するエゾヒグマは大きな個体で体長2メートル、体重は400キロを超えることがあります。前足の力は丸太を軽々と持ち上げるほど、爪の長さは10センチ以上、嗅覚は犬の数倍とも言われ、数キロ先の匂いを察知します。日本の陸上にこれと正面から戦って勝てる動物は存在しません。にもかかわらずヒグマにも避ける相手がいる。それは戦って負けるからではありません。今回紹介するのは力ではヒグマに遠くを呼ばないのにヒグマの方が引き下がる5つの存在です。第5位から順に見ていきます。第5位、オオスズメバチ。ヒグマは蜂の巣を襲います。幼虫は貴重な脂肪源であり、秋の重要な食料です。分厚い毛皮と脂肪に覆われたヒグマにとって数センチの毒針は体のほとんどに届きません。しかし届く場所があります。目、鼻、口の内側、毛の薄い粘膜の部分です。オオスズメバチは警報フェロモンを放ち、数十匹が一斉にこの一点に集中します。鼻先を刺されたヒグマは悲鳴を上げて逃げ出す。実際に巣を掘り返す途中で撤退する姿が観察されています。400キロの蜘蛛が数グラムの昆虫に追い返される。体の大きさは勝敗を決めません。第4位、エゾシカのオス。ヒグマは肉食動物ではありません。食性の大半は植物で、鹿を積極的に狩ることは多くありません。ただし、弱った個体や小鹿は狙います。死骸を見つければ、それを独占します。では、なぜオスのエゾシカを避けるのか。秋の発情期、オスの角は最大で1メートル近くまで伸びます。先端は鋭く尖り、その角でオス同士が激突する。この時期のオスは、体重150キロを超え、攻撃性が極端に高くなります。ヒグマは、この角に刺されるリスクを本能的に理解しています。一撃で腹を裂かれれば、勝っても致命傷になる。野生動物にとって、毛が死に直結します。だからヒグマは、割に合わない相手を避けます。強さとは、戦わない判断を含んでいます。第3位、他のヒグマ。それも、大型のオスです。ヒグマにとって最大の脅威は、同じヒグマでした。若いヒグマや、体格に劣る個体は、大型のオスの縄張りを避けて行動します。理由は、命に関わるからです。大型のオスは、出会った子グマを殺すことがあります。子殺しと呼ばれる行動です。子を失った母グマは、再び繁殖可能な状態に戻る。自分の子孫を残すための、冷徹な戦略とされています。実際、北海道の調査では、子グマの死亡原因として同種による殺害が一定の割合を占めます。生まれた子グマの半数近くが、最初の1年を超えられないという報告もあります。ヒグマにとって、最も危険な森の住人は、自分と同じ姿をしていました。第2位、子連れの母グマ。そしてここに、最大の逆転があります。子殺をする大型のオス。そのオスすら、子連れの母グマを避けることがあるのです。母グマの体重は、大型のオスの半分程度。正面から戦えば、勝ち目はありません。それでも母グマは引きません。子を守るために、体格差を無視して突進します。この時母グマは、自分の命を計算に入れていません。野生では、相手が引かないと分かった時点で、戦うこと自体が損になります。勝っても怪我をするなら、避ける方が合理的です。だからオスは、道を譲る。北海道でヒグマによる人身事故が起きるとき、その多くが、子連れの母グマとの遭遇です。日本最強の獣が最も恐れるのは、日本最強の獣の母親でした。そして第1位、人間です。ただし、あなたが想像しているものとは、少し違います。ヒグマは本来、人間を極端に恐れる動物でした。匂いを察知した時点で進路を変え、物音がすれば距離を取り、人里には決して近づかない。数百年にわたって狩られ続けた記憶が、ヒグマの行動に深く刻まれています。だからこそ、北海道の広大な森で、私たちがヒグマに出会うことは、滅多にありませんでした。しかし今、その回避行動が崩れ始めています。人里に降りてくるヒグマ、市街地を歩くヒグマ、昼間に人の前に姿を現すヒグマ。理由は一つではありません。山の食料の変動、狩猟者の減少、耕作放棄地の拡大、人と森の境界が曖昧になったこと、人を恐れないヒグマが少しずつ増えている。つまり、ヒグマが最も恐れていたものは人間そのものではなく、人間は危険だという学習でした。その学習が、今、失われつつあります。オオスズメバチ、エゾシカ、同種のオス、母グマ、そして人間。ヒグマが避けてきた5つの相手を見てきました。共通しているのは、力の差ではありません。戦っても割に合わないという判断です。そして今、その判断の一つが、書き換わろうとしています。日本最強の獣が、私たちを恐れなくなった時、何が起きるのかは、まだ誰にもわかりません。最後までご視聴いただきありがとうございました。面白いと思っていただけた方は高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。